もこんにちは。トラスト企画のぶちゃんです。そして花です。今日ご紹介する車はですね FD3S です。おお FD です。前ね紹介したじゃないですか。エンジンが足りない圧縮がないやつね。圧縮がない車とはまた別の別の FD、色同じですけど違う車ですね。はい。で車は多分 FD の5型かな、5型だったのかな、初期型かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、こいつはね4型の FD です。平成10年式で FD も多分ご存知の方多いと思うんですけど、1から6まであるんですよ、型式が。で6が最後なんですけど、見分け方とかあといろいろグレードがあって、それの見分け方なんかも一緒にちょっとご紹介していければなと思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず前側からいきますね。フロントバンパーノーマルです。フロントリップノーマルです。このフォグランプ純正です。でなんですけど、これ見てください。ペラペラです、ね、ペラペラじゃないですか。これちょっと僕 FD あんま詳しくないんで、トラスト企画で FD 乗りの大先輩の方に聞いたらこれで純正だそうです。これが正しい。これが正しいらしい。で最初からなんかこう2分割になってるこういうものらしいです。じゃあ別にこう劣化とかでこのペラペラは劣化じゃないらしいんですけど、塗装割れとかね、こういう擦り傷は結構いっぱいあるんですけど、ありますね。そうやっぱ FD って車高低いんで、低いですよね。どうしても吸っちゃうかなと。であとはこのウインカーとかフォグランプのレンズ、これも結構黄ばんじゃってますね。これ磨いたら治るのかな、どうなんだろう。変えた方が早いのかもしれないですね。でフロントバンパーの傷自体はそこまで多くないんですけど、この車ねちょっと塗装の劣化が激しいです。やっぱ黒だからっていうのもあり、そうですね。全体的にちょっとツヤはなくなってきてるかなと。であと細かいところ行くと、こういうところに塗装のこうひびっていうかシワが寄ってたりとか、この辺ですね、こういうとこカーブがかかって、こういうところはなんていうの、塗装が浮いてきちゃってる、ポコポコしてる、剥がれそうみたいなねところはあります。あとここが割れてるのと、こっちもね結構塗装が割れちゃってますね。やっちゃってる感じ。これノーマルなのかな、本当にどうなんだろう。ちょっと FD 詳しい方教えてください。教えてください。でボンネットも一緒で、ちょっとツヤがなくなってきてるかな。であとね、こういう細かいなんか塗装剥げ、これ汚れじゃないんですよ。白っぽくなっちゃって、白っぽく塗装がパラパラって剥げてる感じ。見えるか、黒ですごい反射して、5メートル後ろから見たら綺麗なんですけどね。でもこの辺はなんだろうな、再塗装した方がいいと思いますよ。じゃあ横回りいきますか。お願いします。横回りで、この車はグレード4型のタイプ RZ。 タイプ RZ、FD の RZ っていう方で、このホイール、これは RZ 純正の BBS のホイールです。そうなんですね。でね、この右前の1本は結構綺麗なんですけど、後で他の見せますけど、他のはね結構リムにサビが出ちゃってますね。タイヤサイズは225/4517、ブレーキもノーマル、サスペンションもノーマルですね。ノーマルでこれって結構攻めてると思います。思いました。結構上の方のグレードなんですかね。RZ かなりなんだろう、走りに振ったグレードになるので、でも結構純正でこの車高ってなかなか攻めてると思う。結構攻めてますよね。ホイールも BBS と、でね、このフロントフェンダーとかは綺麗ですよ。特に傷とかはそこまでないかな。丸みがありますね、フェンダーに。で FD の特筆はここのなんかね、タイヤハウスのダクト、これが開いてる。ここですね。これはね、なんだろうね、このタイヤハウスの空気をここから抜いてるのかと思いきや、ここにダクトがないんだよね。デザインなのかな。ここは開いてないですね。フェンダーの中の空気多分逃がしてるんだと思うんですけど、であとドア周りはね綺麗ですよ。ドア綺麗ですね、前より。この
からのライン見てください。この丸みがある感じ。そう、やっぱこの FD って丸みがね、これかっこいいですね。かっこいいですよね。こんな車あんまないと思う、国産車で。こういう形の、ドアもなんか特徴的ですよね。そうですね、ドアハンドルがここにないっていうね、ここにあるっていう。でね、これ1個あります。ドアハンドル、これ FD 全部に言えるんですけど、これも先輩に聞きました。このドアハンドルが劣化します。これもうね、もう浮いてきちゃってるんですよ。ガタついちゃってますね。ガタガタして、でここも折れちゃうみたいです、中で。でもうドア開かなくなっちゃうみたいなこともあるみたい。まあ普通に開くんですけどね、ガタガタしてますけど、まあでも綺麗ですね、横はね。でウィンドウモールの劣化もほとんど感じないですね。ちょっと色あせてますけど、モールは綺麗ですね、比較的に。はい、でリアフェンダーもね綺麗ですよ。そんな大きい傷はないです。フェンダーの錆もないですね。塗装浮いたりもしてないんで、いいと思います。これがリアのホイールですね。そうですね。これも同じ投資の前と同じ2254517のタイヤですね。確かにちょっと錆びてきて、ちょっと錆びてるんですよ、この辺。点々点って。でもタイヤはねバリヤマですよ、まだ。今度リア周りなんですけど、まずちょっとハッチ開けますね。はい、ダンパー抜けてません。ちゃんとここで止まります。シューって言いましたね。そうそう。でね、トランクはまあ綺麗ですわ。狭いけどやっぱ狭いですね。狭いですね。これゴルフバッグ積めないね。積めない。あとやっぱ高いものは積めないですね。厚みがあるものとか。ちゃんとスペアタイヤもついてますよ。ほら見て、CD チェンジャーまたついてますよ。やっぱ時代を感じさせる。平成10年って何年？98年？私とためです。おお、花ちゃんと同い年だ。ということは何年前の車？20。おっとそこまで。レディの年は。ああ、そうですね。言っちゃダメなやつ。そうだ危ない。引っかかるところだ。はい、引っかかるところ。普通に計算して。はい。じゃあ次、後ろ回りですね。はい。この車のカスタムポイントとしては、このマツダスピードのマフラーがついてることぐらいですね。あとはほとんどノーマルです。これね。でリアフェンダーもね、そんな大きい傷ないですよ。塗装割れとかがこことかに。そうですね。黒だから映りづらいかもしれないんですけど。ここね。そこですね。カーブがかってるところはちょっと。あとはリアウィングもそこまでひどくないですね、塗装の汗は。ちょっともう汗できちゃってるけど、これとかね。あとここはサビかな、付け根のとこ。サビか。これですね。はい。あとこのロールのこのセンターの部分ちょっと外れちゃってますね。外れ始めちゃった。FD のモールって売ってるのかな。ここはリペアした方がいいですね。でこのウィングがこの4型の RZ のこのウィング、本当は多分もっと後期だともうちょっと大きいやつで角度調整できたりするやつになるんですけど、これはこれでねかっこいいですよね。これが特徴的な4型のスポイラーですね。で助手席側のリアフェンダーはこの辺がちょっと塗装下げてるかなって感じかな。ここですね。であとここに少しへこみがあるかな。わかるかな。見づらいですね、黒って。ここに少しだけ。はい。であとは運転席とそこまでコンディションは変わらないですけど、ここにちょっとドアパンチの傷があるかな。あとミラーに少しすり傷がありますね。ここですね。ドアハンドルはこっちも、こっちはねバッチリですよ。ああ、バッチリですね。ガタついてない。で中の内張りもここちゃんとあります。ある。FD の最高の特徴としてはルーフの形なんですよ。乗ってる方とか詳しい方分かるんですけど、花ちゃんちょっと正面から撮ってもらっていいですか。はい。わかります？真ん中へこんでるの。ああ、気持ちこうシュッてなってますね。これね、へこんでるあれですよ。あ、この角度。
潰れちゃったとかじゃなくて、もともとこういう形。へえ。やっぱ FD は全体的にカーブが多い。そうですね。だから板金が大変。ああ、その分そうなんだ。ぶつけるとね、なかなかこの曲線出すの大変だと思います。技術が必要ですもんね。まあでも外装の塗装は、まあ中の芸ぐらいかな。10点満点中6点とか5点ぐらいかなっていうところなんで、まあ買っていただいた方に関しては、まあこのまま乗ってもいいんですけど、僕だったらオールペン前提で考えるかな。まあちょっとリペアの方は、まあ何かしらリペアをした方がいいかなと思います。そうですね。はい、外装はこんな感じです。はい。はい。はい、では次内装です。はい。RZ の特徴としてはですね、このレカロのバケットシート、これめちゃめちゃ軽いです。これカーボンですね。そうです。で、これが純正。もともとこれです。って考えるとすごくレーシーじゃないですか。と、あと RZ の特徴としては、FD って標準車は名ばかりのリアシートついてるんですよ。おお。名ばかりの。名ばかりの。人はね、多分絶対乗れない。見た目だけの。3歳ぐらいの男の子、女の子だったら乗れるかもしれないけど、危ないな。ちょっとね、大人は乗れないぐらいのレアシートなんですけど、RZ はね、もう完全2シーターです。フルバケ2脚なんで倒れないじゃないですか。そうですね。そう、その代わりにここにね、ちょっとラゲッジスペースがあります。大きいですね。まあ中に入れなくてもここに乗せれれば普通にお買い物とかもできると思う。とあとね、このアルミのフットプレート、はい、これも RZ の純正品、特別仕様ですね。やっぱスポーティーですね。そうですね。やっぱほら激しく走るんで、助手席の人もこう踏ん張らないといけないじゃないですか。助手席用の踏ん張るやつ。そうそうそう。それがあれですね。で、このナルディのハンドルは変わってますね。あ、それは社外。そう、これ社外品。ウッドのナルディ渋いですね。渋いですね。はい、黒にこれは。と変わってるとこといえばそれと、あとこの大きいナビ、カロツェリアのナビがついてるぐらいですね。でまあ FD の運転席の特徴としては、ちょっと花ちゃん乗ってもらっていいですか。はい。よいしょ。まずこのセンターコンソール高くないですか。高い。普通の車より。普通の車ってほらもうちょっと下にあるじゃないですか。でこの足の伸びる角度もまっすぐじゃないですか。めちゃくちゃまっすぐですね。だからそのプレートが必要なんですよ。ああ、これないと辛いかもしれないですね。踏ん張りがね、効かないんです。踏ん張られない。あとこうなんだろう、この辺の距離がもう全部近い。あと思ったんですけど、やっぱこう運転手寄りになってますね。全部こう包まれる感じ。80のスープラとかもこういう感じなんですけど。そうですね。そうで、あとメーターとかがちょっと借りますね。タコメーターが一番ね大きいんですよ。中央に来てて、スピードメーターじゃなくてね、やっぱり一番見るのはタコメーターだろうということでね、すごいですね。これはすごいな。スポーツカーです。もう全部運転手寄りですね。エアコンとかも。ただね、この車は内装特に改造とかされてないし、追加メーターもついてないんですけど、なんかこの辺のほら、なんていうの、サンバイザー、この辺はね薄っぺらいじゃないですか。思いました。アリストと比べたらね、天地の差じゃないですか。なんか今まで見たやつで一番薄っぺらい。そうだ、こういうのもこう軽量化のことを多分考えてるんだと思うんですよ、松田さんは。で、これ革ですかね。上は合皮ですね。でもすごい綺麗ですよ。綺麗ですね。色あせとかはない。綺麗だし。で、あとはね、この車、あと FD はこのパワーウィンドウのスイッチも壊れるらしいんですよ。これね。壊れやすい。ただね、この FD はしっかりパワーウィンドウ動きます。後で見せますね。しかもそこにエアコンのあれが吹き出し口。そう、ここにあるんですよ。見えるかな。ちょっと壊れてますね。ルーバーは。すごいな。おしゃれですね。で、ドアハンドルもここですよ。鍵ここ。ドアハンドルここ。すごい。で、ここに謎の小物入れて、これがある。なんかユニークですね。そうですね。なんかこれの前の FC も
なんかドア周りはこういう作りだった気がするな。この辺に東口があったりして、そうでここもね謎の小物入れなんですけど、これちょっと皮切れちゃってますね。これ多分ねグレードによっては灰皿だったと思うんですよね。これちょっと忘れちゃったんですけど、これなんですかね。これはねコインケースかな。コインケース落ちそう。わかんないです。今の車にはないですね。コインケース今の車あんまないですね。そう、ほらみんな ETC だから。あ、そっか。カードとか。そうそう、昔はほら高速道路に全部お金払ってたんで。ああ、現生。そうそうそう。あとこの辺はまあフォグランプとかデフォッカーとかリアのですね。ここにあるのも珍しいですね。パイロット感ありますね。コックピットみたいな。すごく。もう全部こうすぐ手に届く範囲っていう感じですね。それは考えられてますね。あとミラーもなんかいつものミラーとは違う。そう、ミラーって大体この辺じゃないですか。フレームレスっていうのかな。そうそうそう。まあガラスに直接ついてるタイプ。これも純正。そこも特徴的ですね。で、このお車の内装の劣化に関しては先ほどから言ってる通りこの小物入れが取れちゃう。これもともと取れるのかな。こういう作りなのかもしれないんですけど、すぐ取れちゃうのと、ここが結構パカパカなのと、あとこのブーツ関係、こことか、あとこっちのねシフトブーツはちょっと切れちゃってます。見えちゃってますね。この辺は変えてもらえれば。あと車外のハンドルがついてて、これエアバッグキャンセルしてあるんですね。純正はエアバッグついてるハンドルなんですけど、それがないせいでエアバッグの警告灯がずっとついてます。そうなんですね。だから多分なんかエアバッグキャンセルのカプラーかなんかでうまいことやればその警告が消えると思うんですけど、気にならなくなる。そうですね。あと車外パーツとしてはこれと、あとターボタイマーがここに古いやつですけど、超古いんですけどここについてるぐらいですね。それとあと ETC がついてる以外はノーマルです。はい、で一番ね劣化してるといえば運転席側のシート。これね乗るたんびにスポンジがボロボロです。層がもう見えちゃってますね。ここはねちょっとお母さんに縫ってもらうか。縫えないのお母さん。お母さんに縫ってもらうか、なんかリペアのシートのカバー、トラスト規格でもレカロのやつ売ってるんで、それをつけていただく。そうですね。とやっぱ一番ね懸念されるのはこのドアハンドルのここなんですよ。このねネジがもう舐めちゃってるんですよね。もうなくなっちゃってるんですよ。こそうこですね。でここ無理やりねタッピングビスで止めてあるんですね。今ビス外しましたけど、ここはねちょっとねリペアですね。リペアですね。でもちゃんと一応ねこの内張りはありますよ。なんでこう内側この辺のリペアはした方がいいと思います。じゃないと外から開けれなくなっちゃうんで。中からしか。ハンドルが折れてるんじゃなくてここのネジがダメになっちゃってるんで、まあリペアはそんなに難しくないかなって感じですな。でフロアマットはノーマル。スカフプレートもある。スカフプレートもノーマルです。結構傷があります。ちょっと目立つ。やっぱ乗りするから。やっぱこの車15万キロ近く走ってるんで。結構走ってる。なかなか走ってますね。まあ内装はこんな感じです。はい、次はエンジンです。でエンジンに行く前にですね、冒頭で何型の FD か分かんない見分け方を教えますって言ったじゃないですか。そうですね。忘れてた。見分け方教えますね。真ん中にある車体番号を見てください。ここ FD3S4 なんちゃらなんちゃらなんちゃらってあるんですけど、この FD3S のハイフォンの後の数字、ここね、これの頭の数字で型式が分かるみたいです。これを先輩に教えていただきました。4型だから、そう4型だから4。FD3S-4。そういうことです。で1型なら1、6型なら6と。ここで見分けられるっていうことですね。で結構 FD ってエアロパーツもいっぱい社外品が出てて、もう
何型の外装にも多分できるんですけど、そこ見ればね、もともと何型の FD だったか分かると。で FD 型式によって馬力違ったりとか冷却が違ったりとかするんで、ちょっともし買う時があったらね、よく見た方がいいと思います。そうですね。はい、じゃあちょっと細かく説明していくんですけど、これ、13B のエンジンなんですが、このエンジンはノーマル。社外品はついてないです。ノーマルなんですけど、またこれですよ。これ圧縮。これちょっと僕も最近圧縮足りなくなってきて、みんなそうですね。コロナ太りやばい。もう家でビールばっか飲んでるかドらライブシャフトでやんないと。そうやんないとねやっぱロータリーなんで圧縮がちょっと低いんですな、これがまた悲しい。ちょっとこれはね、買うのに参考にしないといけないと思うんで、圧縮比教えますね。フロント側 0.71、0.73、0.74 で、リア側が 0.73、0.75、0.71 なんですよ。で、FD 乗ってる大先輩に聞いたら、もう 0.8 を割ってたらもうオーバーホール対象で、0.7 切ったらもうエンジン始動が怪しいよぐらいの勢いらしいんですね。でこの車はまだかろうじてエンジンかかるし、両方ともちゃんとハウジングが回ってるんですけど、ちょっと力弱いかなって感じです。ちょっと後でエンジンかけるんで、見てほしいんですけど、あとね FD の壊れるあるある、壊れるあるある、壊れる、ここ壊れるよってとこ教えますねこれも僕聞いたんですけど、はい、このインタークーラーのパイプあるじゃないですか、はい、この蛇腹のパイプ、これねゴムのように見えてプラスチックなんですよ。これ触っていいですか？あ、硬い。そう、これね GTR とかゴムホースなんですけど、ゴムですね、ラバーの。これはねプラスチックらしくて、で、ノーマルブーストで使ってる分には大丈夫らしいんですけど、このままブーストアップとかするとこの蛇腹のところがビャンって下げちゃうんですって。ラバーより劣化しやすい、結構振動とかでも下げちゃうらしいんで、この辺はこれから買う方とか今も乗ってる方は要チェックした方がそうですね、いいと思います。注意点ですね。でこの車の個体に関してはですね、ここちょっと見ていただきたいんですけど、これラジエーターの水のキャップ、でその下に結構サビみたいなの浮いてるの分かります？茶色っぽくなってますね。そうそうそう。でこの下のラジエーターホース変わってるんですよ、青いやつに。青くなってますね。そう、ここの隙間から、多分この車一回オーバーヒートしてますね。多分水吹いちゃってこの辺にサビがバッとついちゃったんだと思います。で現状ちゃんとね水は入ってるんですけど、ちょっとね水回りは一回見た方がいいかなっていう感じですね。はい、ちょっと圧縮も低いし、ちょっとオーバーヒートが怪しいっていうところなんで、エンジンはオーバーホール前提に考えた方がよろしいかと思います。そうですね。ちょっとこのままね FD のそのロータリーエンジンの良さを味わうのはちょっと難しいかもしれないんで、そこはちょっと事前に言っておきますね。はい、こういうの隠して売らないですから。そうですね、正直に全部言いますから。これ巷の販売店だったら「もう調子いいっすよ」っつって言っちゃいますよ、マジで。分かんないじゃないですかロータリーって、乗ってる人とか詳しい人じゃないとその調子の良し悪しとか分かんないと思うんで。基準が分かんないですもんね。そう僕も RB はね多少詳しいけどロータリーは全然詳しくないんで、そういうとこは注意した方がいいと思います。そうですね、これから買う方は。ではエンジンかけますね。はい、かかりました。エンジンかかりました。はい、指導性はね問題ないんですよ。思いました。でなんかロータリーって圧縮低くなってくるとエンジンかかるのにすごい時間がかかるっていう話を聞いたんですけど、この車はまだかろうじてフロントリアのロータリーハウジングの圧縮がギリギリ揃ってたり割とあったりするので、エンジン始動はこういう感じですると。ただねちょっと聞いていただきたいんですけど、本来の吹き上がりではないです。
ああ、そうなんだ。でなんかちゃんとロータリーエンジン特有の音みたいなのもちょっとしないかなって。なのでまあ圧縮が低いんでこう正しく爆発してないっていうか燃え切ってないような感じだからちょっとかぶってるぐらいの燃料がね、そういうイメージです。このエンジンオーバーホールした方がいいと思います。そうですね、しょうがない。まあロータリーだと結構専門店に行かないとオーバーホールってできないと思うんで、マフラーもちょっと元気がない感じ。ちょっと元気ない感じね。元気ない感じかも。あんまりこう吹かせないんで。あ、そうですね。ちょっと優しくしないといけないんで。でまあエンジンルームの錆とか劣化とかは感じないですね。感じないですね。綺麗な黒もしてるし。これとかも比較的綺麗っていうか。そうですね。まあ頑張って僕掃除したんですけどね。阿部ちゃんのおかげ。まあでも物事綺麗でしたよ。まあ軽く仕上げるぐらいね。まあエンジンはこんな感じです。ノーマル。はい、ノーマルのちょっと調子悪いエンジンかな。はい、では次にこちらの FD の下回り見ていきます。下回りはですね、ちょっと見た感じやばいです。何がやばいかというと、結構ね錆とかは少ないんですよ。錆とかは少ないんですけど、各部にちょっとね怪しい影があります。じゃあまずその怪しいところから見ていきましょう。まずこちらが純正のオイルクーラーなんですけど、オイル漏れしてますね。カシメのとこからかなりオイル漏れちゃってきてもう滴ってますね。これ分かりますかね。あとですね、これオイルパンなんですけど、オイルパンはね全体的にしっとりしてます。オイルパンのパッキンなのかな、上から漏れてきてるのかはちょっとわからないんですけど、かなりしっとりしてますね。でこちらこれは、このなんていうんですか、カバーなんですけど、こういうね各部にもうオイルぎっとりです。もう滴ってますね。こっちの後ろももう水滴になってます。こんな感じ。これはね多分ミッションじゃなくてエンジンオイルだと思うんですけど、かなりね前の方からズズズっと伝ってきてるんじゃないですかね。であとですね、ちょっと見えづらいんですけど、この辺からはですね冷却水漏れてるんですね。クーラントがね漏れた跡があるんですよ。この辺分かります？これクーラントの跡ですね。でおそらくこういうとこ見えないかな、おそらくなんですけど、タービンのですね水ラインのあたりから漏れてるんじゃないかなっていう感じですね。ちょっとこの辺は直した方がいいですね。早急に直した方がいいです。で足回りとかの程度はですねそんなに悪くなさそうです。ひどい錆もないし、ボルトの固着とかもねなさそうですよ。こちら運転席側ですね。こっち助手席側か。助手席側です。純正のビルシュタインのダンパーですね。ブッシュのところとかは特に異常ありがないです。でこういうねジャッキスポットの潰れとかもそこまでひどくないですよ。こういうサビのとこ、シャーシのサビとかはそんなに感じないですね。フレーム関係で一番錆びてるのがこの辺ですね。運転席側のちょうど下のあたり、ここだけめっちゃくちゃ錆びてますね。ここぶつけちゃったのかな、こんな感じね。ジャッキのあたりはそんな錆びてないです。ギアの足回りの方ですね。デフとかもオイル、サイドフランジからのオイル漏れとかはでもちょっと滲んでるぐらいですね。右側がちょっと滲んでるぐらい。
であとひどいサビとかはなさそうですね。ナックルとか綺麗だし、ちゃんとエンシンカムもあります。ボルトのサビとかもそこまでひどくなさそうですね。でこれマツダスピードのマフラーですね。マツダスピードで紹介忘れちゃったんですけど、これがですねマツダスピードのデュアルの、フロントパイプですね。これはなかなか珍しいとのことです。これだけでも価値あるんじゃないですか。どうですか FD 好きの皆さん。でも結構オイリーですね。下回りはこんな感じです。はい、では次試乗していきますね。でまずパワーウィンドウ。よく壊れるけどしっかり動きます。しっかり動きます。ミラーもちゃんと動きます。ちゃんと調節できますね。右側もしっかり動きます。はい。でこのミラーは可動式じゃないんで、閉まりはしない。このまま固定式です。でね、この車の特筆、またエアコン効きますよ。やった。早い。やっぱね、ないとダメですエアコンは。この時期ちょっと辛いですね。でもね、ちょっと僕の R さんにエアコン壊れちゃったんですよ。壊れがち。なんか今度トラスト企画で日産のリビルトのコンプレッサーを扱うらしいんで、ちょっとそれの紹介も兼ねつつ直してほしいなーって思ってますでもこの FD はねバッチリエアコン効きます。はい、でちょっとエンジンはそこまで調子良くないんですけど、軽く走るぐらいだったら大丈夫っていうことなんで、下回りのサスペンションの感じとか、あとは走った感じのインプレッションがちょっとできればいいかなと思うんで、そうですね、ちょっといつものショートコースの方でね、行ってみたいと思います。お願いします。じゃあまずはクラッチ超軽いです。こんなに軽いんだって感じ。それも純正。これ多分純正だと思いますね。でね、結構クラッチの踏みしろはまだ深いんで、そんなにディスクは減ってないんじゃないかなっていうイメージですね。開いちゃった締まりが緩いかもしれない。いや、しょうがないです。古い車なんで。あとね、花ちゃんハンドアかもしれないな、もしかしたら。どうやって開けるんだろう。こうやって大混乱。 OK。 はい、行きましょう。やっぱ全体的に低いですね、車高が。低いですね。目線もすごい低いですよ。結構スポーツカーな視線というか、なんか地べた張ってる感じですね。 GTR はね、もっと腰高です。ノーマルだと。ブレーキはすごいよく効きますよ。今2000回転ぐらいでシフトアップしてるんですけど、その感じだとね、まだ普通に走りますね。そんなになんだろう、もう圧縮がなすぎて力が全然ないっていう感じではないかな。多分もっと上の方回していくと調子悪くなっちゃうんだと思うんですけど、あんまり踏むなって言われたんでちょっと今日は遠慮気味に運転しますね。安全に。乗った感じはね、やっぱ僕実は FD 公道で乗るの初めてです。私も初めてです。乗るの憧れてはいたんですけど、GTR の次にちょっといいなって思う。かっこいいですもんね、やっぱりね。外見がすごい惹かれる。やっぱ乗った感じはね、軽いですね。
頭の入り方とかすごい軽い。ああ、すぐ動きますね。足回りの劣化はね、どうかな。アーム類に変な音はないんですけど、ちょっともしかしたらステアリングのセンターずれてるかもしれないですね。お、これは車外ハンドルのせいなのかな。そういうのって治るんですか？治ると思います。うん。ちょっとね、こうなんていうの、どっちより？右に切り気味っていうの。ハンドルをセンターにすると左に曲がります。あ、本当だ。こっちに寄っちゃう。そうそうそう。ブレーキ踏んだ時にハンドル取られる感じはないので、アライメントとかは多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっとハンドルは左じゃないや、右より寄ってますね。寄っちゃってますね。わかるかな。これぐらいでまっすぐです。ハンドルをまっすぐにすると左に行っちゃいます。でも走行性能は足回りの劣化とかはそんなに感じないけどな。これぐらいのスピードとかだ。変な音もしてないですしね。ガタガタとか。まあでも多分これ買う人ってサスペンション変えちゃうと思うんでそういうところはまあご自分で好きなようにカスタマイズすればいいと思います。やっぱエアコン効くの嬉しいですね。最高です。女の人はやっぱ暑いと化粧よれちゃうからなるほどね。ギアの入りもね悪くないですよ。スムーズ。スムーズです。ダッシュボードも別に綺麗ですね。まあ、ただ1点だけそのデフロスターの多分真ん中のパーツがなくなっちゃってると思うんですよね。ここがちょっとあれかな。その他は綺麗です。浮きとか綺麗とかないですね。ナビもちゃんと動いてますよ。ほら、ここつけます。本当だ。あとこれ真ん中油圧系だと思うんですけど、油圧系が全然動かないですね。は始動してない。センサーがもうダメなのかな。ロータリーエンジンの良さって何ですか？ロータリーエンジンの良さは軽い、小さい、っていうことですかね。それでパワフル。そうなんか車の重量物って中心にあった方がいいんですよ。真ん中の方に。で RB とかは 6気筒で長いから車の前まであるんですけど、ロータリーはちっちゃくてコンパクトなんで限りなくこうなんていうの、乗ってるところに近いっていうか。そうですね。エンジンベア開けた時に結構後ろの方だなとは思いました。あれのおかげでこう運動性能がすごく曲がったり止まったりっていうのがいいらしいですよ。中心にある分、まあ、そのちっちゃくて軽くてコンパクトでパワフルな分、こうオーバーホールとかね、メンテナンスとかが結構大変なんだよっていう話をよく聞く。でもやっぱ FD いい車なんで憧れる人も多いですよね。めちゃくちゃ多いですよね。映画とかだったりそういう露出も多い車だから。イニシャル D にも出てるし、ワイルドスピードにも出てるし、そのイメージ私は強いですね。ワイルドスピードは1と東京ドリフトにも出てるか。出てた気がする。ハンの車かな。無事にエンジン壊れず帰ってきました。よかった。壊しちゃったら買い取りですよ。ちょっとこれは買い取れないですね。よいしょ。合わせてもちゃんと効いております。重くはない。重くないです。ちょっと重くなっちゃった。ハンドルがセンターじゃないとバックするとき大変なのかな。
ちょっと感覚に頼るところありますね。ちょっとね。はい、到着です。戻りました。まとめとしてはですね、車体側の劣化はそんな感じないですね。サスペンションとか、あとはなんだろう、こうハンドル切った感じとか感じないんですけど、ちょっとハンドルのそのセンターがちょっとずれてるかなっていうところと、あとはエンジンがちょっと調子悪いよっていうところと、あと内装のこういうところがちょっとね劣化してるよっていうところと、ここもガタガタ、ちょっと緩いか、あとは塗装とかね、もろもろあると思うんですけど、FD の中ではこの RZ っていうグレード結構希少な方だと思うので、このグレードを探してる人も多分いると思う。多分このシートだけで結構価値があります。思いました。このシートやっぱりこれで純正はなかなかね、すごいですよね。すごい。でミッションの具合とかは良かったんで、ちょっとエンジンをオーバーホールして外装をやり直すぐらいの勢いのベースにした方がいいのかなっていう気はします。そうですね、長く乗る人は。でほらやっぱ FD 人気だから最近高いんですよ、中古でも。海外でもすごい人気ですね。そう海外でもすごい人気なんで、ただこの車はおそらく程度の感じからしてそこまで高い売り値じゃないと思うんで、こういうベース車両を安めに買って購入して、自分で好きなようにやるのが一番いいのかなっていう気はするんで、そのベースにしていただければいいかなと思います。ぜひご検討ください。ご検討お願いします。はい、じゃあ今日の動画は以上です。はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。お願いします。